赤字、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 純利益マイナス5億、債務超過しちゃってる状態です。数が減ってるのかな、やっぱりね、相撲業界全体として結構やっぱね、厳しいんですよ。毎度待ちです。皆さんご存知のように最近ねたくさんの脱毛クリニックが相次いで破産をしています。トイトイトイクリニックとかアリシアクリニックとかウルフクリニックとかね、脱毛サロンは当然ですけども脱毛クリニックの方でも破産が続いております。なんでこういったねニュースを受けてゴリラクリニックがやばいって本当ですかっていうね、こんなご質問が最近届きました。なんでね今回はね僕自身もこれゴリラクリニックに契約をしておりますので、一契約者としてゴリラクリニックさんの情報をリサーチをしてきましたんで、ゴリラクリニックさんを契約している方、もしくは脱毛を検討している方、こんな方向けにね、このゴリラクリニックの経営の裏側をご紹介していきたいと思います。ぜひね、今回の動画を最後までご視聴していってください。はい。でですね、アリシアクリニックさんがね、こういった破産したわけですよ。こんな感じで、去年の年末ですね、このニュースがありまして、合計9万人の再建者数を抱えておりますよと、過去最大規模の消費者被害というところでね、124億7133万の負債総額っていうところで、非常にやばいニュースがね、ボンとね、上がってきたわけですので、当然ね、こういったやばいニュース出てきましたので、各脱毛クリニックも、自分のね、クリニックはどうですか、どうですよっていうのを出したりするんですね。やっぱりこれに不安を抱えて、脱毛業界全体で、新規の患者さんが減る可能性もありますし、自分のね、クリニックの患者さんが不安に思って、解約する方も出てくるかもしれないじゃないですか。で、クリニックとしても、スタンスをしっかり言っていく必要があるわけで、そこでね、ゴリラクリニックさんもこんな感じでね、この報道に対して、当院の見解というところをご紹介しています。で、観点としてどんな感じの内容かっていうところをね、見ていきたいんですけども、私ども、ゴリラクリニックを運営する医療法人12回におきましても、ゴリラクリニックは大丈夫なのかといったご不安の声やお問い合わせなどを頂戴しております。しかしながら、当院の場合、患者様からお預かりしたご契約金は十分に確保した上、顧客視点でのサービス改善を積み重ねながら、堅実かつ慎重な経営を行っておりますので、ご安心くださいませ。ゴリラクリニックは医療サービスを提供するための努力にとどまらず、男性患者様一人一人の思いに寄り添いながら、心の変化も感じていただけるよう、これからも日々の診療に取り組んでまいります。こういった、記載がありました。で、これを見てね、どう思いました？僕は、何言ってんだこれと。別にこれね、このゴリラクリニックの経営が安心ですとは一切言ってないじゃんって僕は思いました。確かにね、患者様からお預かりしたご契約金は十分に確保した上とは言ってるけども、ただこれがやっぱ財務状態がね、健全かどうか、安心な状態なのかっていうのは分かんないじゃないですか。本当に悪い状態になった時に、ぶっちゃけトークなんかしないじゃないですか。そんなことしたらね、解約どんどんされちゃって、そこに対するね、お金もね、払い返さなくちゃいけないわけなので、さらに財務状態悪化してきますし、新規のお客さんも来なくなってくるので、もうすぐ破産しちゃうわけですよね。なので、一応こういったね、見解を出してはいるんだけども、クリニックが言ってることなので、大して信用できないかなと思いました。今回は、じゃあね、さらに一歩踏み込んで、このね、12回の決算とかを見ていきたいと思うんですよね。で、ゴリラクリニックはこんな感じで運営者情報ね、医療法人社団12回です。で、これね、簡単にウィキペディアを見ていきますと、医療法人社団12回は、東京都新宿区に本部を置き、美容クリニック、ゴリラクリニックを全ている医療法人であると。かつては主に女性を対象とした美容外科、東京伊勢屋クリニックも運営していた。2023年7月に SBC メディカルグループがゴリラクリニックを買収。SBC メディカルグループ、相川さん個人がね、こんな感じでね、これツイッターですけども、相川さんがビゼゴリラクリニックを個人買収したってあるので、これ SBC じゃなくて僕、相川さん個人で持ってるのかなと思うんですけど、ウィキペディアは正しいかわかんないけども、これはSBC メディカルグループって書いてますね。とりあえず相川さんなのか、SBC メディカルグループが買収しましたよっていうところで、まずゴリラクリニックがありますと。で、この12回ですね、決算を見ていきたいんですけども、こんな感じでね、各3年間のものと今期のものがありますと。で、まず今期からご紹介していきたいんですが、第15期ね、2025年2月5日です。これね。こんな感じです。もうね、赤字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 。総資産だけね、増えてるんですけども、これはね、純資産がもう赤字拡大しているのに、総資産増えてますので、結構借り入れをしてるのかなと僕は思っておりますと。で、結構やばいですよね。営業利益マイナス5億、経常利益マイナス5億、純利益マイナス5億、純資産マイナス9億ですからね、債務超過しちゃってる状態です。なんでこれを見たら経営状態
よろしくないってのは分かりますよね。で、単年じゃなくて過去3年間もちょっと見ていきたいんですけども、2022年9月、2023年9月、2024年9月と3期ありますよと。で、売上自体はね、ほぼ横ばいです。22年か23年上がって、現状24年ね、下がってるというね、ちょっとこれきついですよね。売上が減ってるってはなかなかちょっときついかなと思います。やっぱりね、脱毛業界全体として結構やっぱもうね、厳しいんですよ。もちろん脱毛のやり方は増えているし、ヒゲ脱毛だけじゃなくて、全身脱毛とか VIO とかも増えてきているんですけど、ライバルが非常に多い。脱毛ってサービス自体になかなか差別化できないわけですよ。もちろん裏側を知ってる人間からすると、脱毛機械によって全然性能が違うというかね。で、脱毛サロン、脱毛クリニック全然違いますよ。脱毛クリニック取り扱ってる機械で例えば、どこの会社のものですか、それはキャンデラ社のものなんですか、ルミナス社のものですか、それともその他なんですかっていうところでね、結構クリニックによって会社によっても変わってくるし、レーザーのによっても変わってくるんですけども、多くの方はあんま気にしてないじゃないですか。なので、一般消費者からするとあんまりそうでしょ、差がね、わかんないんですよ。なので、サービス内容に差がつけにくいね、一見つけにくいからどうしても競争せざるを得ないわけですよね。なので、この価格競争によって、なかなか最近やっぱ厳しいわけですよね。さらにはゴリアクリニックさんもね、このスキンケアのプランとか AG のプランとかも提供していますので、そこをね、100単価アップを狙ってるとは思うんですけども、客数が減ってるのかな、もしかしたら。売上の構成比がわかんないんで、脱毛事業、スキンケア、AGA とか、そのね、どれぐらいの比率なのかとか、人当たりの客単価どれくらいなのかとか、新規来店数どれくらい変わってるのかとかっていうのがわかんないんで何とも言えないけども、僕のね、脱毛業界に対する印象としては非常に厳しい状態だなと僕は見ていますと。実際に売上下がってますからね、ゴリアクリニックさんも。また、純利益もどんどん赤字ですよね。2022年は5億ね。確か相川さんのね、X とかも拝見していても、ゴリアクリニックさんはね、キャッシュリッチな企業でしたというね、こういった感じで以前のゴリラもしっかり役務による会計がなされた上での高利益率、無借金、なおかつキャッシュリッチな企業でしたと書いてるんで、多分相川さんが買収を検討していた2022年とかかな。これの時は多分めっちゃ良かったわけですよね。実際にこの決算見てもね、2022年では5億純利益があります。売上121億円で、利益が 5% ぐらい利益率がね、っていうところで、総資産も85億っていう、こういった非常にいい会社だったわけですけども、2023年ね、129億純利益がマイナスに赤字になっちゃいましたと。2024年が123億純利益はマイナス5億円。どういった理由があれなのかわかんないですけども、さっきご紹介したようにね、コストが増えている。例えばそれは固定費ですね。人件費だったりとか、機械だったりとか、様々なところでね、結構多分利益圧迫してるでしょうし、ライバルも増えていますので、広告費もだんだんね、どんどん出さなくちゃいけないですよと。1人獲得するための単価というものがぐんぐん上がっていますので、利益を圧迫しているとか、あとは借入金をね、増やしていると思います。もう資産増えてますのでね、借入金増やしているってことは、多分その利息とかもどんどん圧迫してきていると思いますし、さっきご紹介したように価格競争も多分発生していますので、収益性がね、悪化している可能性はあるのかなと。だから純利益がこんだけ減ってるっていうのはね、納得ではありますよね。また、総資産に関しましても、純利益が減っていますと、純資産も債務超過をしている、総資産が増えているっていうところなので、きついですよね。総資産2年間でね、43億増えてますからね。結構なかなか厳しい経営だなという印象を持ちました。じゃあ、これを見て、じゃあね、すぐに倒産するんですかってところを皆さん気になると思うんですけども、僕はね、そんなことはないと思う。あくまで僕の個人的意見ですけども、すぐにアリシアクリニックみたいに破産するわけじゃないのかなと思っておりますと。じゃあなんでなんですかってところで言うと、さっきもご紹介したように、現状ね、この相川さんがね、これ個人買収してるわけですよ。で、相川さんが個人オーナーだった場合に、湘南美容クリニックと直接的関係してなくても、関係はしてるじゃないですか。同じグループ内なんで。なんでちょっと湘南のちょっとね、経営状態を見つつですね、ちょっと見ていきたいんですけども、まずね、2024年ね、SBC メディカルグループホールディングスがナスダックに上場しました。で、じゃあこの SBC メディカルグループホールディングスって何なんだって話なんですけども、こんなビジネスを提供していますと。湘南美容クリニックブランドのフランチャイズクリニックに対し、包括的なマネジメントサービスを提供することであり、2017年に開始した事業でありますと。で、どこがフランチャイズ契約しているかというと、長美会、講和会、こういったいろいろあって、その中にリゼクリニックの風鈴会と、ゴリアクリニックの12会と、こういったね、8医療法人がありますと。そこに対して、広告、マーケティング、従業員マネジメントとかね、クリニックの予約管理とか、従業員の住宅賃貸支援とか、クリニックの施設診療、様々なことを提供しているというね。あくまでこれはクリニックの直接的な運営とかじゃなくて、フランチャイズのビジネスモデルというね、ここに加盟をすると、湘南美容クリニックのブランドを使用できますというね、こういった特徴がありますと。フランチャイズに対してこういったところをね、包括的に提供している、上流のところか、開業準備のところか
から経営管理までね、本当にフルパッケージでご提供しているというね、こういったサービス、ソリューションをご提供している会社ですよと。で、こういった感じでね、クリニックを見ても店舗数がこんな感じで、SBC メディカルクリニックが本当にね、日本国内でナンバーワンです。で、クリニック数が222ありますね。で、各クリニックの担当としましては、ゴリアクリニック、リゼクリニックは、脱毛って部分ですよね。リッツ美容外科とか、小児病クリニックとかが、結構こういった感じで幅広く提供していますと。なので、2位のところが TCB ね。TCB も結構文春とかやられてて、良くないっていうのはね、皆さん知ってると思いますけども、TCB の倍以上のね、店舗数があるんで、日本国内でね、ダントツの1位ですね。西田クリニック、この時はもうまだありましたけど、46店舗とか、品川病院が39店舗とかね、エミナルクリニックも62店舗ね。エミナルクリニックもね、僕は全くおすすめしない脱毛クリニックではありますけど、で、このね、SBC メディカルグループホールディングスとかですね、これ相川さんのじゃあどれくらい影響があるのか、大株主の状況を見ていきますと、2024年3月末か、この時では相川さんが 81% 持っていました。ほとんどね、この時点では相川さんなわけですよね。はい。なので、まずこのね、前提として、ゴリアクリニック、リゼクリニックっていうのは、まず相川さんが個人でね、所有をしていますと、個人買収をしています。で、さらにこの相川さんね、このオーナーである相川さんの資産状況どうなんですかっていうと、まずこのね、SBC メディカルホールディングスを持っていますよと。もちろん他にもたくさんね、やってらっしゃる可能性があるんで、一概にはわかんないけども、こういったのを持ってますと。じゃあこのね、SBC メディカルグループホールディングスのバランスシートどうなんですかってのを見ていきたいんですけども、バランスシートこれめちゃくちゃいいです。単100万ドルなので、資産合計が2億5900万ドル、1ドル150円とした場合、大体375億円ぐらい。資産が259ね、あるとしますと、ありますと。そのうち流動資産が166ね、つまりすぐに換金できる資産が166ありますと。一方、負債の方に見ていきますと、負債がもう115なんですよ。負債全部で115。つまり、流動資産で負債をね、全部賄えておりますので、バランスシート的には全然いい状態なんです。なので、こういった会社を、株式たくさん持ってらっしゃる相川さんが、ゴリアクリニックとかを運営しているわけなので、確かにゴリアクリニックは現状ね、債務超過をしているとはいいですよ。持っているオーナーのね、体力的に、すぐにやばいというわけではなさそうだなっていうところが僕の印象としては持ちました。今後のあくまで予想ですけれども、このね、SBC メディカルグループホールディングスが経営改善するために、入り口、上流のところからね、決済のところまで全部これは、提供しますと、さっきソリューションのプランがなんかありましたけども、おそらくこのゴリアクリニックの多分経営を改善できるから、この相川さんは所有していると思うんですよ。なので、そう考えていくと、ゴリアクリニック、例えば治療メニューが脱毛とかエイジだけじゃなくて、もっとプランが増えていくのかとか、もしくはマーケティングとかしっかりして、新規顧客に対するアップセル、クロスセルの仕組みをしっかり構築していくとか、おそらくビジネス的なところでしっかりメスが入ると思うんですね。コストの削減だったりとかもそうだと思いますし。なんで、このことを考えると、今すぐどうのこうのっていうのはないのかなって僕はね、個人的にはこのね、SBC とかも含めて見た結果、思いました。ただ、ゴリアクリニックというね、SBC グループの中の一つの部門であるゴリアクリニックだけをピックアップして、ミクロな視点で見ていくと、ちょっとよろしくないという状態っていう感じなので、今後ね、どうなるのかなっていうのは一患者としては気になっておりますね。僕の場合はね、ゴリアクリニックって前で脱毛だけなんで現状と。契約してるプランも残り何回かコース残ってるとはいえ、そこまで料金高くないんでね。一部の方みたいにね、何十万とか契約してるわけじゃないんで、ある程度気持ちの余裕があるっていうのはあるんですけども、やっぱり何十万とか契約していったらちょっと不安ですよね。なんで、アリシャクリニックさんのレビュー動画の時もね、ご紹介しましたけれども、これから脱毛を検討してるんだったら、長期間の何十万っていう契約をしてるっていうのは、僕はあんまお勧めしない。特に一括で契約をしてしまうと、そのクリニックが破産した時にお金返ってきません。分割払いだったら返ってくる可能性はあるんだけども、一括だったら返ってこないんで、一括払いはなかなかお勧めしません。なのでね、これが脱毛検討してるんだったら、僕が行ってるクリニックとも今回リンク貼っておきますけども、一括で払うとしてもすごく安い。もしくは、スト場合も対応していますよという、こういったクリニックを選んだ方が安心なのかなと思います。確かにね、一括の方が安かったりするし、クリニックとしても一括で払ってもらった方が嬉しいわけですよ。だって、例えば30万円とかって契約をしてもですよ。契約してもらっても、確かに帳簿的にはね、30万の売り上げ発生しましたと出るんだけれども、手元に30万のお金が入ってくるわけじゃないんですよ。ローン会社から、例えば
30万円のお金を36分割しましたって言ったら、30万円が入ってくるのに36ヶ月間かかるわけじゃないですか。ってなったら、手元にお金が入ってくるのが遅くなってくるわけなんで、多少ね、値引きをしてでも一括でボンと払ってくれた方が、一気にお金に手元に入ってきますので、そこのお金をね、使って今度は次の反則に回したり、広告を打ったりとかして、新しいお客さんを見つけてくるためにお金を払うことができますので、こっちの方がやっぱクリニックとしては嬉しいわけですよ。なので、一括だったりとか、もしくはなるだけ少ないね、分割とかで、クリニックとしては契約してほしいからね、カウンセラーさんとかもお勧めしてくると思うんですよね。ただ我々ね、契約者側としては、一括でボーンと高いお金を払ってしまうと、破産した時ね、脱毛だけじゃなくて、何でもいいです。美容医療でもいいし、AGA でもいいし、何でもいいんだけども、そのクリニックが破産してしまったら、もう全てがおじゃになってしまうわけなんで、ここはね、一患者としてね、しっかりと気をつけてね、契約するのがいいんじゃないかなと思います。それでね、こんな感じでね、ご予約にさんの決算とかも見ながらね、ご紹介させていただきました。少しでも参考になったら幸いです。おすすめのクリニックをね、リンクの方は貼っておきますのでね、これ案件とかじゃなくて、本当にね、めちゃくちゃいいクリニックなんでね、機械もね、めちゃくちゃいいんですよ。はい、本当はね、おすすめのクリニックなんで、ぜひね、参考にしてみてください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。